安全第一でかかります。気をつけ。富士山と来てます。あ、すごい。もう酔いそう。さあ、ということで今回は厚木基地にやってまいりました。海上自衛隊第4航空軍広報室の黒柳と申します。本日はよろしくお願いいたしよろします。くお願いします。ここはどういった基地なんでしょうか。そうですね。海上自衛隊と、米海軍の方で共同使用している基地となります。今回はどういったものを見せていただけるんでしょうか。海上自衛隊の哨戒機であります P1 P1 の、体験搭乗ですか。はい。あとはその P1 のエンジンのですね点検の方を拝見していただこうと思っております。乗れるし点検もできるんですか。すごく楽しみです。じゃあ早速見に行ってもいいですか。もちろんです。よろしくお願いいたします。じゃあよろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。パイロット会議チームブリーフィングします。まずは計画から確認します。本機については非番号08号訓練フライト実施予定です。先にエリアに進出してウェザー確認してその他、重なる恐れがあります。降水予想です。オーディナンス、名前と一言。はい、滑川山荘です。特にありません。はい。IFT。はい、IFT 安田にそうです。厳正な見張りおよび不具合があった場合は迅速に対応していきます。よろしくお願いします。MC34。はい、34から1件あります。普段飛ばないところの飛行になりますので、十分安全に留意しながら行きたいと思います。はい、元白水にそうです。ちょっと前髪切りすぎてショック受けてるんですけど、今日は元気に頑張ります。はい、以上です。よろしい。ワンツー。はい、ワンツーの鈴木山荘です。潜水艦を撃破できるように基本を遵守して訓練を実施していきたいと思います。以上です。はい、ワンツーの江川山荘です。元気いっぱい潜水艦をしっかりと追っかけたいと思います。はい、以上です。はい、よろしくお願いします。FE。はい、FE の佐久間理想です。航空機の携帯と死者スラット、ステアリングが回収済みとなっています。じゃあ、パイロット。はい、パイロット青柳一です。安全第一でやっています。タコ2。はい、タコ2高谷です。通信に関して安全確実迅速に実施していきます。以上です。はい。じゃあ、酒井チーム。はい、パイロット酒井中です。皆様に富士山の絶景をお届けしたいと思っております。安全運航に留意してやってまいります。よろしくお願いします。パイロット花市です。本日の富士山周辺の飛行とフォーメーションについては、約1年ぶりの飛行となりますので、先ほど機長からありましたが、フォーメーション中は、AF とレーダーをオフにしますので、マナーのある席については目の見張りお願いします。以上です。はい。上田さん、何かありますか。パイロットの J−POP こと上田理沙と申します。本日は私はクルーといいますかではなくアテンドさせていただく、あと本計画のプランナーをしております。民間の旅客機並みの飛行機がフォーメーションフライトをするとこんなに迫力があるんだというのが伝えれたらいいと思います。我々が日常実施しております警戒監視任務、これの模擬訓練を実施します。我々の P1 これだけのクルーの人数がいます。多い人数の中で飛ばす飛行機です。ですが任務を全うするためにはクルーだけでも全うできない。地上のスタッフがいて整備員がいて食事を作ってくれて管制をしてくれたり、この基地全員が一つの飛行機を飛ばすために皆それぞれの仕事をしています。海上自衛隊の飛行機はみんなで飛ばすというのがモットーにありますので、そういったチームの連携であったりチームワークというのも見ていただけたらと思っています。はい、じゃあ、ブリーフィングの通り伺います。気をつけ。はい、流れ。よろしく。海上自衛官はユーモアを大事にして明るく楽しい感じが印象がありますね。人数も多いんですね。そうですね。
本当ファミリー個性豊かな。みんなファミリー。個性豊か今日一緒にフォーメーションするのは丸5号。すごい。一緒にフォーメーションする機体です。リーダーシッこれから P1 の体験登場させていただけるということで、早速機体についていろいろ説明聞きたいんですが、まずはちょっと自己紹介をお願いしてもいいでしょうか。はい、第3航空隊の杉本三佐と言います。職種はP1 の戦術航空士で、機内でクルーだったりパイロットとのコーディネーションをする仕事、タクティカルコーディネーター、略してタコと呼ばれてるんですけども、そういった仕事になります。今日のフライトでも機長で飛ばしていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、第3航空隊の J−POP こと上田美沙と申します。 J−POP、はい、J−POP とはこれはですね、何ですか？海上自衛隊にはコールサインニックネームですねを使う文化というのがないんですが、たまたまいただいた名前で大事にしております。私は職種はパイロットをしておりますので、ちょっとだいぶ J−POP の内容が気になりますけど、はいそれはそれは秘密ですか？企業秘密です。企業秘密なんですね。はい、わかりました。じゃあ早速ですが、これが P1 航空機、哨戒機といいまして、主にパトロール、海の上の哨戒が任務として、その他にも救難、捜索救難ですね、行方不明になったヨットを探したりですとか、墜落したかもしれない飛行機を探したりですとか、そういった任務もありますし、有事には潜水艦を攻撃したり、船をミサイルで攻撃したりといったところで、哨戒機という言葉の中にはたくさんの仕事を持った飛行機ということで、海上自衛隊ではそういうふうに呼ばれています。で、早速飛行機の説明からいきます。この一番前のですね、鼻のところに、中身見えないんですけども、少し飛行機の色が違うと思います。そうですね。手前だけちょっと違います。この中には船や潜水艦を探すために使うレーダーと言われる電波の出る、機械が積まれています。で、昔のレーダーはくるくる回って、物を探してたんですが、中には平べったい板がついています。横にもあるんですが、でそのレーダーで電子的に制御をしながら物を探すということで、そういったものがついています。通常の塗装だとレーダーの電波を遮断してしまうので、遮断しにくい塗料をここだけ塗ってます。近くで見るとですね、取り出したアンテナのようなものがたくさんあるという、飛行機が飛ぶために必要なセンサーだったり、全部無駄なものは一つもなくて、それぞれが用途を持っています。全体的に大きいですね。大きいですね。これは前輪ですね。離陸したら前にこういうふうに確認されるんですけど、地上ではこういう今閉まっているんですけど、光学カメラ、赤外線カメラが一体になったものが出てきます。ボール状のカメラです。それは任務の時に必要な時に出す。そうですね。はい。通常のビデオカメラに加えて、赤外カメラといって夜でも映るようなカメラもついています。なかなか間近で見られないから面白い。こちらもですね、閉まっている断念なんですが、爆弾倉といいまして武器を搭載する格納場所がこの中にあります。搭載する時にはもちろん開けて武器を搭載してでチェックをして飛んでいく。で幸いにして任務で武器を落とす機会はありませんけれども、万が一の時にはすぐに積んで任務ができるように、常日頃から訓練をしています。数いくつ積めるかとかっていうのは企業秘密で内緒なんですけれども、いくつかいろんな種類、潜水艦のための魚雷だったりミサイルも積むことができます。実際上空でも開けますので、見ていただきます。見たいです。はい。楽しみ。色が赤と黄色で違うのはどうしてですか？ここが赤で向こうが黄色なんですけど、それはどうしてですか？これはですね、用途によって分かるように
色をつけています。そうなんですね。それぞれアンテナでその部位と、後ほど説明しますけれども、海の音を聞くためのマイクロフォンをですね、機上から落とすんですけども、それの電波を、受信するアンテナなんですが、受信だけだったり発信受信、コントロールをするための発信をするアンテナだったり、それぞれ色がそうですね、大きさも若干違ったりします。近くから見るとよくわかると思うんですけど、実は円ではなくて上半分と下半分がくっつけたようなボコボコっていう形で、確かにそうですね。円柱っていうよりは半円をこう合体させてるそうなんです。感じですね。上の半分の丸は上空に行っても気圧を保てるように、中から気圧の低いところに飛んでいっても加圧してクリューの、体を守るように圧がかけれるようになっていて、一方で下半分それを全部済ますと飛行機には負担がかかるので、武器だったり、油圧のいらない区画っていうのは下からこうつけていって、そこは油圧が効かない状態っていうのを、それを2つこう合わせた状態。窓が出っ張ってるんですね。窓がありますね。バブルウィンドウって言って、私は目もセンサーの一つなんです。なんで目視見張りがしやすいように、コックピットも窓がとても大きいですし、カメラハッチといってカメラ撮影をするようなハッチ窓もあります。でここは杉本さんの席のタコ席というんですけど、ここからも外が見れるように、実際見ていただくとよくわかりますけど、真上から真下まで見えます。で後ろにもそういった席があるので、基本的に360度見張りが目でも確認できる。T1 のプライムのカンパニーは川崎重工さんなんですが、この飛行機すべて国産でできておりまして、レーダーであったり硬派であったり、いろんな部品をそれぞれの会社さんが作っていただいて、それを結合した飛行機、純国産哨戒機となっています。このエンジン4つありますが、P1 は P3C という哨戒機の後継機になりますが、性能としましては 1.3 倍速く飛べて 1.3 倍高く飛べるようになりました。おおむね民間旅客機と同じようなスペックで飛べる飛行機になっております。はい、ゆっくりも飛べます。そうか、ゆっくりも飛べるんですね。はい、やっぱりゆっくり飛べるっていうのもすごく大事な要素で、戦闘機のエンジンとはまた違いますね。やっぱり旅客機にちょっと近いのかなと。ターボファン貴重なエンジンです。目では見えませんが、翼端にもセンサーがついていて、翼の端っこですね。っていうのは船だったり、他の飛行機が出したレーダーの電波、無線の電波をキャッチするようなセンサーっていうのは、自分が探すだけじゃ限界がありますけれども、人が出した電波を収集することでも相手の情報を集めたり位置を確認したりとか使ってますので、はい、それがついてるんですか？はい、翼の端っこにもついてます。翼にもレーダーがついてるんですね。見た目はシュッとしてますけども、中にはいろんなものがついてます。タイヤはですね、高価なので、使い捨てではありません。外側が減ってきたら、また外側を一度こう貼り直して、また使います。ですね。はい。何度も。エコです。エコ。では後ろに。はい。はい。ここが潜水艦を探すためのソノブイというハイドロフォンですね。マイクを海中に落とす。マイクを詰めるための穴です。飛行機の中にもたくさん積んでいて選んで落とすこともできますし、事前にもう必要だと分かっているものはここにこう1本ずつですね、手動でこう武器員が詰めまして、で上空で選択して落とすとここから落ちていくというのがたくさんついてます。すごい。これは哨戒機じゃないと見れないから。そうですね。貴重ですね。
遭難している船等があって助けを求めてたら、こういった穴から煙であったり光る目標物を落としたりしてですね、そこで救助が容易になるようにしたりしてですね。そうなんですね。普通の飛行機にないものを尻尾が一つは尻尾ですね。尻尾ついてる。あれは何の尻尾ですか？あれはマットと言いまして、潜水艦が海の中を航行していると目ではもちろん見えません、レーダーも海の中深いところだと映りませんので、じゃあどうやって探すかというと、一つは水中の潜水艦の出す音を聞いて見つける方法、もう一つはマットといって、海の中に鉄の塊が潜水艦がですね航行していると、そこだけ地球の磁場が乱れるんです、なのでその上をセンサーをつけた飛行機が飛ぶと潜水艦がいるということで反応するんですね。その反応を確認するために飛行機から遠く離れて電子機器の影響を受けない一番後ろにそのセンサーが取り付けられている。あと前側にもついていたんですが、あそこにカメラのようなものが。あ、カメラ、あれですか？自分を守るためのチャクとフレアっていうんですけど、フレア、はいを放出するための検出機があれ、はい、丸いところです。そうです。スレッドが来ますというのを、どっちから来てますよとかを教えてくれますね。エースコンバット好きだと思う。よくはい、フレア、はい、見てくださってありがとうございます。いやすごい。なんか機体の色に意味はありますか？はい、この色というのは、海の上を我々は主に飛びますが、潜水艦や船からなるべく見つからない方が任務上いいことが多いです。ですので最も見つかりにくい、海のに浮かんでいる船から見た時に空と同化するような色というのを研究に研究を重ねまして、この色がついて聞いています。当たり前ですけど、やっぱ輸送機や戦闘機とは全然違う運用方法で、聞いててすごくそうですね。もちろん安全に飛ぶことが一番大事で、その上でいかに任務を確実にしっかりこなすかということで、普段からいろんな訓練、今日もそうですけども、訓練、日によって目的を持ってやっています。ここぶつけやすい。はい、よくぶつける。誰もが経験してます。誰もが経験してる。わかりました。ちょっとここはぶつけないように気をつけます。気をつけます。はい。コパイロット青柳地域内ブリーフィング実施します。変更点のみ、ウェザーの予報、風の予報が若干変わって今ラメ19になっています。で、12時以降から変化を始めて14時以降、北風10ノット、ラメ01に変わる見込みです。はい、その他変更はありません。消火器で確認を行う。全部、はい、キャブ、はい、カブ、はい、ボガシカンジャンマスター、はい、はい、セッティングステーション持ち出発見はボードの通り、コンディションモード確認。はい、はい、以上、質問確認あるもの。よし、以上ある。はい、じゃあ今コパイロットからブリーフィングがあった通りかかります。体調からの下事故は基本の厳守ということで、基本にのっとってやっていきたいと思います。丸5号からのウェザーを今待っている状況なんで、基本的には、
富士山周り行きますけども、天候悪ければ、三古本周辺ということでモニターしながらやっていきます。その他変更ありません。何か質問？じゃあ安全第一でかかります。気をつけ。トリプルサイドと、現在丸の方からデータレポートがあり、若干揺れるものの、天候自体は大きな飛行機を置きます。あれですか。はい。で左が房総半島。あれが房総半島。左に行くと横浜。横浜。はい。あの奥はそうですね、千葉の房総半島見えて、手前が三浦半島ですね。すごいすごい。早い。5分。湘南まで5分。正面。丸の方は見えますか。正面来てます。まさに東イメージだったらそこですよ。まさかこんな形で練習場をまた見ることになるとは思わなかったです。
ちょうど GoPro の下ぐらいに光ってるなんか。市街地は上田にさえ行ってもらった。了解。で、後半出てるから多分左手の。最終的には約21メートルまで近づきます。21メートル。はい。パイロットはもう見え方ですね。飛行機の大きさとか、見え方を持って自分が正しい位置にいるっていうのを把握してます。近い。うわ、すごっ。めっちゃ近い、めっちゃ近い。近い、近い。はい。FE はエンジンの景気とか異常がないか見てくるんですよ。めっちゃいいとこ触ってますね。ありがとうございます。最高すぎる。めっちゃ近いね。近っ。文字が読めちゃう。一緒に旋回していく。一緒に旋回してる。一緒に旋回していく。旋回が入りました。左側にいるときは相手よりも低い位置に来るように旋回してあげてます。そうなんですね。左ほっぺたのレーダーのところと、一番外側の一番エンジンの、前側ですね、そこが重なるところでリファレンスがたくさんあるんです。クロスアンダーします。下を通りますんで。了解。クロスアンダーします。今から左にいますね、今。右に移動します。移動していきます。まず飛行機1個分下がります。飛行機2個分下に高度を下げます。で、くぐって反対側に行きます。今下に下がりました。はい。じゃあ右側右に移動します。右に移動。ちょっとしゃがんだ方がいいです。くぐる感じです。くぐっていきます。はい。了解。おー。すごい、くぐってるくぐってる。あ、すごい。すごい。すごい。くぐってます。今ここは右の位置が2番機の位置という。さっきまで3番機の位置でした。はい。それから2番2番機に変わったんですね。ちょっと前出ました。はい。前出てます。この前出た後ろ出たというのを調整しながら、前出過ぎだったんだですね。はい。今修正してます。でノーズの下から出てる丸いボール、あれがさっき言ってた後半です。あれがさっき言ってたやつ。はい。ああ、なるほど。光学カメラと赤外レーザー、左旋回に入ります。はい。2番機の位置の場合は、自分たちも少し高度を上げてあげないと、いけません。見え方を常に同じにしておくというイメージ。高度を上げるんで、速度が下がるんですよ。なので少しパワーを出してあげないと正しい位置につけない。はい。旋回のレートを合わせる。今合いました。本当だ。一緒にこう滑っていくじゃないですけど、並行して曲がっていってる感じがしますね。一緒に。ああ、富士山と釣ってます。うわー、すっごい。今バンク30度で旋回しています。めっちゃ傾いてる。隣の機体の人と喋ってるわけではないってことですよ。そうです。そうですよね。これはもう相手の動きを見て、
相手の動きを感じ取って追従してます。手振ったら答えてくれたりしますか？はい、手振ったら答えてくれるんじゃないですかね。本当ですか？手振ってる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 。ありがとうございます。嬉しい。森田さん。それぐらい近い。近い。めっちゃ近いです。手話できる人だったら手話で話せるかもしれないですね。確かに。左旋回に入りました。はい、そこについていきます。おお。今度は相手についていく。そうです。ちょっとこう。もうちょっとバンク取ってます。おお、やばい。めちゃめちゃ傾いてる。こっち側だと遅くなると置いてかれちゃわないように気をつけながら。どっちがリードを取るっていうのはその都度変わるんですか？常にリーダー、長期が先に動きます。長期が我々を引き連れているそうなんですイね。メージですね。だから長期は上がる前からもう長期って決まってて、そうです。そこに合わせてこっちが飛んでいってるっていう形なんですね。長期はですね、常に変わらない運動をします。それに対してデッキはこの位置関係を変えないように一つの板のようなイメージですね。で、今ですね、我々前誰も見てないですよね。長期が我々の分も全て見てるんです。なんで我々長期を信じて飛んでいる。我々の目でもある。そうなんですね。はい。なので長期というのはすごく責任が重い。2つ分の飛行機のみんなの命を預かって飛ぶ。そうなんですね。はい。そこの出身。この辺通るとすごい嬉しくなるんです。そうなんですね。じゃあ地元の上を今飛んでますね。そうなんです。凱旋と言いますか。凱旋。凱旋。何も喋れないことなのかと思ったら。はい。意外と二人とも喋りながら持ってますね。コミュニケーションはすごく大事。コミュニケーションが大事。はい。11人で喋り合わないといけない。ここの飛行機が任務達成できない。そうなんですね。もっと黙って飛ぶイメージだったんですけど、すごい喋るので、意外でした。めちゃめちゃ揺れる。大丈夫です。大丈夫です。これ今揺れる区域なんで。揺れる区域なんですね。そうなんです。皆さんやっぱ平然とされてるのかもしれない。慣れてます。海の状況、白波立ってますよね。確かに風が強いっていうことで、ああいう波の形を見ると、今風が25ノットぐらい吹いてるなとか、それが分かるようになります。だから風が吹いてるから今揺れるだろうなっていう。そうですね。あとその高度によって吹く風の強さのギャップとかですね。ここ弱いのにここ強いとかいう時にグラフって揺れただけなんですけど、手汗がすごいです。リーダー、このフォーメーションを解散するよって言って解散。リーダーからじゃあブレイクフォーメーションするスタンバイじゃあブレイクしますので、注意してください。じゃあブレイクさせます。はい、解散しますね。はい、解散ですね。ブレイクフォーメーションスタンバイ。お腹が見えてる。お腹が見えてる。はい、フォーメーションフライト終了です。はい。ありがとうございます。警戒監視任務の訓練をします。はい。日本の領海、接続水域、その外に排他的経済水域という広い水域がありますが、すべて日本の主権活動範囲になっておりまして、そこを毎日パトロールして守ってきて、変な船がいないかとか、不法な活動をしていないかと見てます。一隻一隻船を見るんですけど、それをどうやって探して見てますよというのをこれからやっていきます。はい、お願いします。
近い。潜水艦を見つけた状態がこんな以上で、今レーダーを回してまして、潜水艦を察知しましたというような想定で、最初その部位滑るのを見ていただこうと思うので、はい、失礼します。マットっていうさっきの尻尾。マツマン君。今2人は何をしてるんですか？今ですね、潜水艦の直上を通過しました。ここで軸探知に反応がありましたっていうのを彼女がタコに伝えました。で、潜水艦がそこにいるだろうと、今機内の中でみんな認識を持ったっていうところです。なるほど。はい。同時にですね、ソノブイを落とし、想定でソノブイを落としまして、これから音響による追尾を行います。ソノブイコンタクト。これ穴気をつけてください。わかりました。開いてる。はい。目標への攻撃訓練の模擬を行います。2分です。2分後に模擬攻撃を実施します。ボンベードアが開いて、想定の魚雷を投下します。潜水艦に対する攻撃。はい。もう酔いそう。めっちゃ酔いそう。はい、おおむね150メートルぐらいですね。海近いです。すぐそこが海です。あ、これがバブルハッチ。おお、丸い。めちゃくちゃ下まで見えますね。上もすごく見えます。本日やった任務はですね、一つはフォーメーション訓練、でもう一つが警戒監視訓練で、最後に実施しましたのが潜水艦に対する模擬攻撃を実施しました。自然を相手にしてるんで非常に勤務環境悪いんですけど、まあそんな中ですね、みんな自分の持ち場、それぞれの持ち場で能力を発揮する、それが任務の達成につながってます。これから次に帰ります。
トを見ながら高度を判定して進入してミニマム。そこが戦機場になります。濡れてるところ。あ、本当だ。海に行ったから必ず洗うんですね。やっぱり塩分とかもしますので、基本的にはもう必ず入るって感じですね。お、すごい。真ん中のところにスイッチがありまして、あ、ここにスイッチがあるんですね。はい、そこですね。そこのスイッチをうまく踏まないと水が出ないです。これ踏んで水出してるんですね。はい。左下ぐらいから水が出てきます。はい。あ、出てる。出てる。見えます。現れてます。参りました。私も一緒に着替えさせていただきました。今からは何をやるんでしょうか。はい、P1 という飛行後点検を体験していただこうと。飛行後点検。そうですね。飛行機がフライトから降りてきて、毎回行う点検のヘルメットと手袋をしていただきたい。いいですか。ありがとうございます。お借りします。じゃあ早速点検、私もお手伝いいたします。こうやって開くんですね。戦闘機とかとはまた違うエンジンですよね。こっちです。ということで準備ができました。早速整備について教えていただいてもいいでしょうか。はい。お願いします。今回実施する整備作業なんですけども、私たちエンジンの整備を担当してやってます。想定としてフライト後の点検というところで、1日点検、デイリーインスペクションと言われる整備を実施してきます。で、目的としては次の飛行に安全に任務を遂行することができるように行う点検です。エンジンの外板のチェックをまずしていきたいと思います。はい、外板のチェックですね。はい、こういうリベットのやつがパネル類だとか、飛行中に脱落してないかどうか、でまた次の飛行の時に落ちる可能性がないかどうかというところをチェックしていきます。はい、こう触って確認していくんですね。おお、素人目ですけど脱落箇所はないと思います。こういったフィンのところの欠けがないかとか、そういったところを、そっか、欠けがないかも見るんですね。はい、綺麗。うん、欠けはないですね。綺麗です。
物の脱落っていうのはものすごいインパクトが強いものになるので、こういった安全は確実に担保しなきゃいけないというところです。今度は右側のエンジンのようにタオル類を全部開けていって実際にエンジンの中身の方の点検に入ってきます。どうやって開けるんだろう。これ最初これ使っていただいて、はいはい、おお、すいません、失礼します。よいしょ。こんな感じですね。はい。わあ、整備士さんがやってるのよく見る。まず最初じゃあ私やっていきます。あ、お願いします。はい、手挟んじゃうんで、はい。おお。こういう風にやっていきます。こう押していただいて、押して、はい。あ、そうです。はい、せーの。はい。よ、おお。で、はい、挟むんですね。はい。この状態で開くんですか。一旦出ていただいて、はい、出ます。はい。すごいすごい。お願いします。わあ、すごい。こちらの方保持お願いします。はい、じゃあ失礼します。結構重いです。結構重いですね。これでも落ちてこないようになっております。もう離していいですか。はい、大丈夫です。ああ、すごい。はい、止まりました。これは何でしょうか。これ油圧を使って、ファンダクトカーブの開閉を行うんですけど、はい、開閉をするための油圧源です。じゃあ開けていきます。はい、お願いします。あ、なりました。おお、すごいすごい。開けるだけでも結構大変ですね。これ4発あります。あ、そっか、まだあと4つあるのか。ここから作業開始です。大変ですね、はい、これ。なかなかエンジンの、航空機のエンジンの中入ることってないと思うので。ないですね。ここをちょっと体験していただきます。やってみたいです。普段はどういった形で点検をしているんでしょうか。毎回こうやってライトを使って点検してるんですか。はい、そうです。今はどういった点検を行ってますか。亀裂などがないかっていうのを確認しています。じゃあ失礼します。いやー、初めてエンジンに座ります。あ、冷たい。あー、すごい。主に損傷がないことを確認していくのがこの点検の目的です。どうぞ。ありがとうございます。ライト借りました。これ完品ですか。そうです。あ、これ完品だそうです。じゃあ確認します。ブレード一枚一枚に損傷もしくは亀裂等がないかを見ていきます。はい。ブレードは触っても大丈夫ですか。大丈夫です。失礼します。はい、うわー、亀裂はないですね。はい。はい。なんかもうここに座れるだけで私はすごい嬉しい。最初に上の方から目視点検を行っていきます。はい、こちらのハーネスの取り付け状況。そっか、外れてないかとかを見るんですね。結構当たる場所が多くあるんですよ。ああ、確かに配線に当たる場所ってことですね。エンジン側とハーネスが当たってないかどうか、実際当たってしまうと、そこから皮膜が破けてしまって、ショートしたりしてしまうことがあるんですよ。で、今目の前にあるこれってエンジンの脳みそみたいな。このエンジンの状態をすべてこちらの方で集約して、ここから全部エンジンに信号を与えてるんですよ。なので、結構重要な部品で、下の方に行くと今度補給類って言われているエンジンにオイルを供給するためのタンクであったりとかポンプであったりとか、そういったものを点検していきます。だからもう大事なものがほぼ全部ここに集約されている形ですよね。ここは、どういったところかっていうと、エンジンを回すための空気を圧縮するところです。コンプレッサー部分です。なので、エンジンとしては最も高温になる部分。ここも目視なんですね。そうです、目視です。ばらして分解をする整備については、2ヶ月に1回であったりとか、400時間に1回こちらの方で実施してます。で、今回のは飛行後、フライトが終わった後にする点検というところで、主に目視の点検がメインになってきます。なるほど。これをだって今1個しかやってないですけど、これあと3回4回、そうです。毎回4発やるんですもんね。例えば
けど、何かしら起きて人の命であったりとか人が怪我しましたっていう状態が発生すると、後々我々って後悔するんですよね、あれやっとけばよかった、これやっとけばよかった、その後悔をしないために納得いく整備を実施していくっていうところをやってます。皆さんはこの飛行機を希望されて整備したいなってことですか？ですね、はい、もちろんですってしか言いません。あれもちろんですとしか言いません。私もまだこの飛行機触って1年も経たないぐらいなので、そうなんですね。もともとは P3C っていう整備、飛行機の整備をしてました。どうですか P1、はい、整備してみて。まだ整備して3年ぐらいなんですけど、本当覚えることたくさんあって、楽しいです仕事が。飛行機の中だと何が一番好きですか？P1 です。ありがとうございます。配属されてまだ1ヶ月ちょっとしか経ってないんです。1ヶ月？ここに来て、はい、P1 触れてよかったなっていうのは思ってます。そうだったんですね。先輩からいろいろ教えてもらってる形ですか？はい、今日もいいお話が勉強になりました。真面目。普段の先輩はどうですか？とても優しく親身に教えてくれて、わからないことも全部兄貴制度の兄貴なので。あ、兄貴。一応兄貴です。あ、素晴らしい。だそうです。だそうですよ。兄貴。はい、兄貴頑張ります。兄貴頑張ります。杉本さんから見て P1 ってどういった飛行機ですか？そうですね。P1 は一言で言うと何でも屋の飛行機です。いろんなことができますし、実際にいろんな任務を求められてやることが非常に多いです。警戒監視だけではなくて潜水艦を探したり、人を助けに飛ぶために輸送したり、なので何でも屋さんです。いろんなことを準備しておく必要がある。乗ってて、乗り心地とかいかがですか？乗り心地は、私飛行機に弱いんですよ。そうなんですか？未だに気持ち悪くなることもあるんです。でもそれは飛行機の乗り心地が悪いわけじゃなくて、任務の話ですね。低いところを飛んだり、急な旋回を取ったり、任務ファーストなので乗り心地はもちろんいい方がいいので、パイロットは乗り心地がいいようにしっかり操縦してくれますけども、でも任務によっては乗員に負荷のかかるフライト、運動っていうのもしないといけない。ゆっくりどこかの基地に移動するときに高い高度を飛ぶときはもう非常に乗り心地がいいですね。席も広いし、外もよく見えますし、機内も快適なので、そういった意味では乗り心地はいいです。じゃあ最後に、P1 っていう機体、すごいファンもたくさんいると思うんですけど、そういった P1 のファンの方に向けて一言お願いします。はい、海上自衛隊の P1 は、いろんな任務を持っていろんな仲間といろんな仕事をします。非常に大変ですけどもやりがいのある仕事です。私はこの仕事になって非常に良かったなと思いますし、未だに誇りを持って仕事をしています。まだまだ勉強途中ですけど、ぜひ海上自衛隊入りたいなとか飛行機に乗りたいなと思ってる人は、航空自衛隊の戦闘機非常にかっこいい、ヘリコプターも動きもすごくてかっこいいですけども、また航空自衛隊や海上自衛隊のヘリコプターにはない良さというのがたくさんありますので、もし気になる人がいれば飛行機を見に来てもらったり、自衛隊に入隊をして、志してもらえたら嬉しいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。第3航空隊